重力波の背景放射の発見は、宇宙物理学における画期的な発見です。今回の動画では、その発見の意義と、それが私たちの宇宙理解にもたらす影響について、わかりやすく解説していきます。最近、世界中の重力波天文学者たちが驚くべき発見を発表しました。宇宙全体に広がる時空のさざ波のような振動を検出したのです。この発見により、私たちは宇宙の成り立ちについて、新たな理解を得ることができるようになりました。まず、重力波とは何かから説明していきましょう。アインシュタインの一般相対性理論によると、重力は時空の歪みによって生じます。この理論は、重力が時計の進み方を遅くしたり、光を曲げたりする現象を予測し、さらには時空には波が存在するはずだと示唆していました。この波を重力波と呼びます。私たちの住む宇宙空間には、目に見えない重力波が常に存在していると考えられています。それは、まるで静かな湖面に小石を投げ入れた時に広がる波紋のようなものです。2016年、人類は初めて重力波を直接観測することに成功しました。ライゴと呼ばれる施設で、10億光年以上離れた場所で起きた、2つのブラックホールが衝突、合体する際に発生した重力波を捉えたのです。しかし、今回の発見はそれとは異なります。パルサータイミングアレイと呼ばれる観測手法を使って、宇宙全体に満ちている重力波の背景放射を検出したのです。これは、まるで宇宙という大海原に無数の波が存在しているような状態を観測したようなものです。パルサーとは、高速で自転する中性子星のことで、極めて正確な周期で電波を発信します。特に、1秒間に数百回も自転するミリ秒パルサーは、宇宙で最も精密な時計と言われています。研究チームは、15年以上にわたって数十個のパルサーからの信号を観測し続けました。その結果、パルサーからの信号に微細な変動があることを発見しました。この変動は、宇宙空間を伝わる重力波の影響によるものだと考えられています。特に興味深いのは、この重力波の背景放射の起源です。最も有力な説は、超巨大ブラックホールの連星系から発生しているというものです。銀河の中心には必ず超巨大ブラックホールが存在すると考えられていますが、銀河同士が衝突、合体する際に、それらのブラックホールも互いに軌道を描きながら近づいていくと考えられています。銀河の中心に位置する超巨大ブラックホールは、太陽の質量の数百万倍から数十億倍もの質量を持っています。これらの巨大な天体が互いに影響し合うとき、発生する重力波は非常に長い波長を持つことになります。この現象をよりわかりやすく例えると、大きな湖の表面に複数の太い木の幹でゆっくりと波を起こすようなものです。湖面全体が低周波の波で覆われ、個々の波を区別することが難しくなります。それと同じように、宇宙空間全体が超巨大ブラックホールの連星系から発生する重力波で満たされているのです。重力波の背景放射を検出する方法は非常に巧妙です。パルサーからやってくる電波信号は、重力波の影響を受けると、わずかにその到着時刻が変化します。研究チームは、複数のパルサーからの信号を長期間観測することで、この微細な変化を捉えることに成功しました。特に重要なのは、異なる方向にあるパルサーからの信号の相関関係です。例えば、空の同じ方向にある2つのパルサーからの信号は、同じような影響を受けます。一方、正反対の方向にあるパルサーからの信号は、異なる影響を受けることになります。これは、エリングスダウンズ曲線と呼ばれる理論的な予測と一致しています。この曲線は、パルサーの位置関係によって、信号の相関がどのように変化するかを示すものです。観測データがこの理論的な予測と一致したことは、重力波背景放射の存在を強く示唆しています。現在の観測結果は、統計的な信頼度が 3.5 から4シグマ程度とされています。これは、観測された相関が偶然である確率が数千分の1程度であることを意味します。まだ完全な確実性には至っていませんが、非常に有望な結果と言えるでしょう。この発見は、私たちの宇宙理解に大きな影響を与える可能性があります。例えば、銀河の形成と進化の過程で、超巨大ブラックホールがどのように成長し、合体してきたのかを理解する手がかりになるかもしれません。特に興味深いのは、観測された重力波の周波数スペクトルです。
これは、超巨大ブラックホールの連星系がどのような軌道を描いているのかを示す重要な情報です。現在の観測データは、単純な理論モデルとは若干異なる傾向を示しています。例えば、高周波数の信号が予想よりも強いかもしれないという示唆があります。また、低周波数の信号が予想よりも弱い可能性もあります。これは、超巨大ブラックホールの連星系が、周囲の星々との相互作用によって予想以上に早く接近している可能性を示唆しています。また、重力波背景放射の強度が予想よりも強いという兆候もあります。これは、超巨大ブラックホールの質量が予想よりも大きいか、あるいはその数が多い可能性を示唆しています。これらの観測結果は、まだ確定的なものではありません。より長期間の観測や、より多くのパルサーを使用した観測が必要です。実際、観測期間が長くなるにつれて、より遠方のパルサーからの信号も観測に加えることができるようになっています。重力波の背景放射の発見は、単なる一つの発見以上の意味を持っています。これは、アインシュタインの一般相対性理論から始まり、人類の技術と知恵を結集して達成された偉大な成果なのです。特筆すべきは、この発見が屋根から落ちる人には重力波は存在しない、という、アインシュタインの単純な思考実験から始まったということです。この等価原理と呼ばれる考えから、一般相対性理論が生まれ、そして今日の重力波背景放射の発見へとつながったのです。今後の観測により、この発見がより確実なものとなれば、私たちは宇宙の構造や進化についての理解をさらに深めることができるでしょう。例えば、宇宙初期の状態や、銀河の形成過程についての新たな知見が得られる可能性があります。また、この発見は、宇宙に存在する他の未知の現象の発見にもつながるかもしれません。例えば、宇宙の相転移や宇宙紐と呼ばれる理論的な構造の存在を示す証拠が見つかる可能性もあります。パルサーの観測技術についてもう少し詳しく説明しましょう。パルサーからの信号を観測するために、世界中の巨大電波望遠鏡が使用されています。これらの望遠鏡は、非常に微弱な電波信号を捉えることができる高感度な装置です。パルサーは、その極めて正確な周期性から宇宙の灯台とも呼ばれています。地球上のどんな時計よりも正確で、その誤差は10億年に1秒程度しかありません。この驚くべき正確さがあるからこそ、重力波による微細な時間のズレを検出することができるのです。重力波背景放射の研究は、国際的な協力の下で進められています。ナノクラブ、ヨーロピアンパルサータイミングアレイ、パークスパルサータイミングアレイなど、世界中の研究チームが協力して観測を行っています。これらの研究チームは、それぞれ独自の観測を行いながら、データを共有し、結果を検証し合っています。このような国際協力は、科学的発見の信頼性を高める上で非常に重要です。重力波背景放射の検出は、私たちの宇宙観に大きな影響を与える可能性があります。例えば、宇宙の初期に起こったインフレーション、急激な膨張の痕跡を見つけることができるかもしれません。また、この観測結果は、超巨大ブラックホールの形成過程についても新たな知見をもたらす可能性があります。現在の理論では、銀河の中心にある超巨大ブラックホールは、より小さなブラックホールが合体を繰り返して成長したと考えられています。重力波背景放射の強度や周波数分布を詳しく調べることで、この理論が正しいのかどうかを検証することができます。もし予想と異なる結果が得られれば、新しい理論の構築が必要になるかもしれません。この発見の重要性をより具体的に理解するために、身近な例で考えてみましょう。私たちが海辺に立っているとき、目の前には大小様々な波が広がっています。これらの波の中には、近くで泳ぐ人が起こした小さな波もあれば、遠く離れた場所で発生した津波のような大きな波もあります。宇宙の重力波も同じように、様々な源から発生しています。太鼓で観測された重力波は、比較的近い場所で起きた激しい現象によるものです。一方、今回検出された重力波背景放射は、宇宙全体からやってくる穏やかだが持続的な波動なのです。重力波の研究は、私たちの宇宙理解を大きく前進させます。例えば、銀河の中心にある超巨大ブラックホールがどのように形成されたのかという謎に迫ることができます。現在の観測技術では、
これらの巨大な天体を直接観察することは困難です。しかし、重力波を通じて、その存在や振る舞いを知ることができるのです。超巨大ブラックホールの質量は、私たちの想像を超えるものです。太陽の質量の数億倍もの質量を持つこれらの天体は、周囲の時空を大きく歪めます。その歪みは、まるで重い玉が弾性のあるシートの上に置かれた時にできるくぼみのようなものです。このような巨大な天体が2つ存在し、互いの周りを回っている時、それは宇宙空間に大きな波紋を引き起こします。その波紋は、光が地球に届くまでの何十億年もの時間をかけて宇宙空間を伝わってきます。重力波背景放射の観測により、私たちは宇宙の音を聞いているようなものです。それは、宇宙が奏でる壮大な交響曲のような存在です。個々の重力波は、その交響曲を構成する楽器の音のようなものかもしれません。さらに興味深いのは、重力波背景放射の観測が、未知の天体や現象の発見につながる可能性があることです。例えば、現在の理論では説明できない強度や周波数の重力波が検出されれば、それは新しい天体や物理現象の存在を示唆する可能性があります。パルサータイミングアレイの観測技術も今後さらに発展していくことが期待されています。より多くのパルサーを観測に加えることで、重力波背景放射の検出感度を向上させることができます。また、観測期間を延長することで、より低周波の重力波を検出することも可能になります。これにより、超巨大ブラックホールの連星系の進化過程をより詳しく理解することができるようになるでしょう。重力波天文学は、まだ始まったばかりの赤い分野です。雷語による重力波の直接検出から、わずか数年で重力波背景放射の検出にまで到達したことは、驚くべき進歩と言えます。今後、より多くのパルサーの観測データが蓄積されていけば、重力波背景放射の性質についてより詳しい情報が得られるでしょう。それは、私たちの宇宙理解をさらに深めることにつながります。宇宙には、まだまだ私たちの知らない謎が数多く残されています。重力波背景放射の発見は、そうした謎を解き明かすための新しい窓を開いてくれました。この発見は、人類の知的好奇心と技術力の結晶とも言えます。アインシュタインの思考実験から始まり、世界中の科学者たちの努力により、ついに宇宙の微細な振動を捉えることができるようになったのです。重力波の研究は、宇宙の進化についても新たな視点を提供します。宇宙が誕生してから現在まで、無数の銀河が形成され、衝突し、合体してきました。その過程で、銀河の中心にある超巨大ブラックホールも互いに近づき、合体してきたと考えられています。この壮大な宇宙のドラマを、私たちは重力波を通じて観測することができるようになったのです。それは、まるで宇宙の歴史書の新しいページを開いたようなものです。重力波背景放射の強度を詳しく分析することで、私たちは宇宙における超巨大ブラックホールの数や分布についても理解を深めることができます。現在の観測結果は、予想以上に多くの超巨大ブラックホールが存在する可能性を示唆しています。パルサータイミングアレイによる観測は、今後さらに精度が向上していくことでしょう。より多くのパルサーを観測網に加えることで、重力波背景放射の性質をより詳細に調べることができるようになります。重力波の研究は、宇宙物理学の新しい扉を開きました。これまで光や電波でしか観測できなかった宇宙を、重力波という新しい目で見ることができるようになったのです。特に興味深いのは、重力波が物質を透過する性質を持っていることです。光や電波は、物質に遮られてしまいますが、重力波はほとんどの物質を素通りします。そのため、これまで観測することができなかった天体現象を観測できる可能性があります。パルサータイミングアレイの観測データは、15年以上にわたって蓄積されてきました。この長期間の観測により、重力波背景放射の存在がより確実なものとなってきています。今後さらに観測を続けることで、より詳細な解析が可能になるでしょう。重力波天文学は、まさに21世紀の新しい天文学と言えます。光や電波による従来の観測方法に加えて、重力波という新しい観測手段を得たことで、私たちの宇宙理解は大きく進展することでしょう。特に注目すべきは、重力波背景放射の観測が、
宇宙の初期状態についての情報をもたらす可能性があることです。宇宙誕生直後のインフレーション期に発生した重力波が、この背景放射の一部として観測されるかもしれません。宇宙の謎を解き明かすための努力は、今も世界中の研究者たちによって続けられています。新しい観測装置の開発や、より精密な理論の構築など、様々な取り組みが進められています。パルサータイミングアレイの観測技術は、今後さらに発展していく可能性があります。例えば、より高感度な電波望遠鏡の開発により、より多くのパルサーを観測することが可能になるでしょう。また、人工知能を活用したデータ解析技術の進歩により、より詳細な解析が可能になると期待されています。超巨大ブラックホールの研究は銀河の進化を理解する上で重要な鍵となります。これらの巨大な天体は、周囲の星々や銀河の運動に大きな影響を与えています。重力波背景放射の観測により、これらの影響をより詳しく調べることができるようになります。重力波天文学の発展は、アインシュタインの予言から100年以上の時を経て、ついに実現しました。これは、人類の科学技術の進歩を示す素晴らしい例と言えるでしょう。一般相対性理論という純粋な理論的研究から始まり、最先端の観測技術の開発へと発展し、そして宇宙の新しい側面を発見するに至ったのです。パルサーの観測は、極めて高い精度が要求される研究です。パルサーからの電波信号は、地球の大気や宇宙空間の様々な影響を受けます。これらの影響を正確に補正することで、初めて重力波による微細な変化を検出することができます。重力波背景放射の研究は、宇宙の構造形成についても新たな知見をもたらす可能性があります。宇宙の大規模構造は、銀河や銀河団が重力によって集まることで形成されたと考えられています。超巨大ブラックホールの合体は、この構造形成過程の重要な要素かもしれません。また、重力波の観測は、一般相対性理論の新しい検証方法も提供します。例えば、重力波の電波速度や変更の性質を調べることで、理論の予測が正しいかどうかを確かめることができます。興味深いことに、重力波背景放射の観測結果からは、予想外の発見が得られる可能性も出てきています。例えば、一部の研究者たちは、観測データの中にエコーと呼ばれる特異な信号パターンを発見しました。これは、超巨大ブラックホール同士が合体する際に発生する特殊な現象の痕跡かもしれません。また、最新の研究では、重力波背景放射のスペクトル特性に注目が集まっています。観測データの詳細な解析により、予想とは異なる特徴的なパターンが見つかってきました。これは、私たちの宇宙理解にまだ大きな隙間があることを示唆しています。さらに、パルサーのタイミング観測からは、これまでの理論では説明できない不規則な信号の変動が見つかっています。この予期せぬ発見は、未知の天体現象の存在を示唆している可能性があります。重力波背景放射の研究は、宇宙の見えない部分の解明にも貢献する可能性があります。例えば、通常の望遠鏡では観測できない暗黒物質の分布や、宇宙初期の状態について、新たな知見をもたらすかもしれません。現在の観測結果は、まだ統計的な不確実性が残されています。しかし、観測期間が長くなり、より多くのパルサーが観測に加わることで、より確実な結果が得られるようになるでしょう。特に注目すべき最新の研究成果として、パルサーの揺らぎと呼ばれる現象の発見があります。これは、一部のパルサーが予想以上に不規則な動きを示すというものです。この揺らぎが、重力波以外の未知の力による影響なのか、それとも観測装置の限界によるものなのか、現在も活発な議論が行われています。また、複数のパルサーからの信号を組み合わせて分析する新しい手法も開発されています。この方法により、これまで見過ごされていた微細な変動パターンを検出できる可能性が出てきました。実際、最近の観測では、わずか数時間という短い時間スケールでの変動も捉えられるようになってきています。重力波背景放射の研究は、宇宙の深層構造の解明にもつながる可能性があります。例えば、銀河と銀河の間に存在する暗黒物質フィラメントと呼ばれる構造の探査にも、この観測技術が応用できるかもしれません。さらに興味深いのは、一部のパルサーで観測された異常な位相シフトです。これは、
通常の重力波では説明できない信号の変化パターンで、新しい物理現象の存在を示唆している可能性があります。研究者たちは、この現象が量子重力効果の痕跡である可能性も検討しています。重力波背景放射の発見は、宇宙物理学の新しい章の始まりと言えます。これまで光や電波でしか見ることができなかった宇宙を、重力波という新しい窓を通して観測できるようになったのです。最近の研究では、重力波の変更特性にも注目が集まっています。重力波には、光の変更に似た性質があると考えられていますが、その詳細な特性はまだよくわかっていません。パルサータイミングアレイによる観測が進めば、この謎の解明にも近づけるかもしれません。また、重力波背景放射の非等方性という新しい観点からの研究も始まっています。これは、宇宙のある方向からの重力波が他の方向よりも強いかどうかを調べるものです。もしこのような非等方性が見つかれば、宇宙の大規模構造の形成過程について、重要な手がかりが得られる可能性があります。特に興味深いのは、一部のパルサーで観測された周期的な信号変調です。これは数年から数十年という長い周期で繰り返される信号の変化で、超巨大ブラックホールの軌道運動に関連している可能性があります。この現象の詳細な解析により、銀河中心部の構造についての新たな知見が得られるかもしれません。研究者たちは、重力波背景放射のスペクトル解析にも新しい手法を導入しています。従来の解析方法では見落とされていた微細な特徴を捉えることで、宇宙の構造形成過程についての理解を深めることができます。この発見により、私たちは宇宙の進化をより深く理解できるようになるかもしれません。例えば、銀河の形成過程や、超巨大ブラックホールの成長過程について、新たな知見が得られる可能性があります。重力波背景放射の研究は、予想外の発見をもたらす可能性も秘めています。例えば、最近の観測では、一部のパルサーから二重パルスと呼ばれる特異な信号が検出されました。これは、パルサーの近くに未知の天体が存在する可能性を示唆しています。また、重力波背景放射の観測は、原子重力波の探査にも貢献する可能性があります。これは、宇宙誕生直後のインフレーション期に発生したと考えられている重力波です。もしこれが検出されれば、宇宙誕生の瞬間に迫る重要な手がかりとなります。特に注目すべきは、パルサータイミングアレイの観測感度が予想以上に向上していることです。最新の観測装置と解析技術の組み合わせにより、わずか数時間という短い時間スケールでの重力波の変動も捉えられるようになってきました。研究者たちは、重力波背景放射の時間変動にも着目しています。長期的な観測により、重力波の強度や周波数分布が時間とともに変化している可能性が指摘されています。この変動が何を意味するのか、現在も活発な議論が続いています。最新の研究成果として特筆すべきは、重力波レンズ効果の可能性が指摘されていることです。これは、強い重力場を持つ天体によって重力波が曲げられる現象です。もしこの効果が確認されれば、宇宙空間に存在する見えない質量の分布を探る新しい手段となるかもしれません。また、パルサータイミングアレイの観測網は、予想以上の精度で宇宙を見ることができるようになってきています。特に、最近開発された新しい解析アルゴリズムにより、これまで検出が困難だった微弱な信号も捉えられるようになってきました。この技術の進歩により、私たちは宇宙の深部をより詳しく観察できるようになっています。それは、まるで深海を探査するように、これまで見ることのできなかった宇宙の姿を明らかにしていくものです。そして、この観測技術の発展は、アインシュタインが予見した重力波の存在を、より多角的に証明することにもつながっています。科学の歴史において、理論的な予測がこれほど見事に実証された例は多くありません。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。